西岸宗光です。今日は20代男性夕焼けさんからのご相談です。昔からどこにいても他人の目を気にしてしまいます。人の顔色ばかり伺って相手の感情を気にして話が入ってこなかったり、自分の思いややりたいことを我慢してしまいます。正直もう疲れています。直すことはできますでしょうか。多いお悩みですね。よく耳にします。他人の顔色をよく見てしまったりとか、空気を読んでしまったりとか、気を使いすぎて疲れるとかですね。私が結構共通点としてそういうタイプの方に思うのは、まず優しい方が多いなということですね。優しいので気配りがすごくできたりとか、人の表情を見てすぐその人の感情とか思っていらっしゃいそうなことを的確に察知する、そんな方が多いように思います。それは優しさとも言えますし、感受性がすごく高いなということでもあると思うんですね。で、夕焼けさんからいただいたこの相談の最後の一文にご質問がありましたね。直すことはできますでしょうか。直すことをやめましょうということが私の今日のご相談に対する答えになると思います。というのは、夕焼けさんに限らずですね、考えすぎたりとか人のことを気にしすぎるというのは病気ではないと思うんですね。ましてや悪い病気でもないと私は思います。先ほど感受性が高いというふうに表現をしましたけども、感受性が高いことはその人の強みだと私は思ってるんですね。ただ使い方が少しずれていたりとか偏りすぎている可能性はあるなと思います。例えば感受性が高い夕焼けさんのご状況を何か他の表現で表してみると、防犯システム、防犯ブザと呼びましょう。家についている防犯ブザですね。で、家中に他の家と比べ物にならないほどの高感度の数多くの防犯ブザーがついているわけです。ですから泥棒にはすぐ気づきますね。鉄壁のガードですから。だけどもその防犯ブザーが多すぎて高感度すぎて、ちょっと風が吹いただけでも、もしくは野良猫がちょっと小声で鳴きながら歩いていっただけでもピー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 と鳴ってしまうわけです。だから眠れないし、うるさいし、疲れる。そんな風に例えることができると思うんですね。で、そういう場合どうでしょうか。その防犯システムを全て壊すという選択肢は果たして正しい、あるいは望ましいんでしょうかね。防犯ブザーを全て取っ払ってしまうとか、そうすると夕焼けさんのお家だけノーガードになるわけですから、よくありませんね。防犯ブザーの役割を一切果たさなくなりますから、せっかく持っている強みなので使い方を変えればいいです。私ならば、こう考えますかね。ちょっと感度を下げることができたならば、あるいは鳴ってもすぐ止められたならば、なる前に気づけるシステムがあったならばとか、
感受性の高い、人に気配りができる、心配りができるという強みをなくしてしまう必要はなくて、夕焼けさんはその強みを生かす方向、生かし方を少し変える、ご自分が楽になる方向に変えるといいと思いますね。今より生きやすくなったり、自分が疲れすぎないようにするためにはどういうふうにその感受性を使えるんでしょうかね。まく妄想という言葉があります。妄想することなかれということですね。今回のご相談の文脈で言えば、人の目を気にしすぎたり、人のことを気遣いすぎる場合、もしかしたらいろんな思い込み、いわば妄想があるのかもしれません。例えば、きっとあの人は自分のことを嫌いに違いない、あの人は今機嫌が悪いに違いない、それは私のせいかもしれない、気配りのできない自分には価値がないかもしれない、なんか怒られちゃうんじゃないかとかね、そういう妄想が先走って止まらないんじゃないでしょうか。おそらく夕焼けさんのような当事者の方であれば、分かるよ、そうなんですという方も多いと私は思います。これまで同じようなご相談をたくさんお受けしておりますが、結構な割合でその感覚は分かりますとおっしゃってくださるからですね。ですからそういう妄想が立ち上がることが多いんだろうということを前提にすると、それと抗っちゃダメですよね。その妄想が立ち上がった時に、その妄想についてまたダメだ、そんなことを考えちゃって私はなんてダメなんだとかね、そういうふうにドツボにはまってしまうこともあると思いますので、一つ方向性を示しておきたいなと思うんですが、感受性を、その防犯ブザーのような高い感受性を外じゃなくてご自分に向けてみるという練習をしてみてはどうでしょうか。あの人は機嫌が悪いかもしれない、あの人はこう思ってるに違いないって考える代わりに、私今ストレス感じてるな、私今、気分が優れないなとかでもいいですし、ちょっと足がしびれてるなとか、ちょっと首が凝っているなとかですね、そういうふうに自分に向ける。案外人のことは気を使うのに、ご自分のことは後ろ回しに後回しにしてしまうっていうこともあるんじゃないでしょうかね。人の感覚、五感は非常に本当は高感度で、この生命を維持するために常々働いている、そんな機能を持った機関から私たちはいろんな情報を得たりして生きているわけなんですけど、そこに改めてね、集中をして注力して意識を向けて過ごしてみる。そういう時に他人の目は気にしないって決めておいて、そういう練習を積み重ねるほかないと思いますね。そういうことを繰り返しやっていくうちに、他人のことを考えたり、他人の顔色を伺ったりするような時間自体が、回数自体が減っていく、そう思いますし、自分のことを何よりもよく観察することが、どんな境遇にあったりとか、どんな人といても自分がどうなんだろうかとメタ認知できたりね、客観的に捉えられる
大切な力になると思いますので、ぜひやってみてください。そしてもう一つ、他人のことを考えすぎる、気にしすぎる人はおそらくあまり本音を出さないとか本音を伝えないことが多いんじゃないかと思うんですね。ご相談の中にもありましたね。自分の思いややりたいことを我慢してしまうと。完璧を目指してこんな自分をやめる、直すっていうふうに考えると余計に苦しくなる。だから小さくていいので、直すっていうよりかは楽になる方を選んで、ちょっとずつ方法を変える、方向を変えるっていうふうにやってほしいんです。だから自分の思いとかやりたいことを、自己主張をはっきりとする自分になるって思うと、なんか素晴らしいアイデアとか自分の軸のある信念を伝える人になるみたいなハードルの高いことになりますけども、何でもいいですよって答えるような些細なことを、じゃあコーヒーにしますとかね、何時でも大丈夫ですって答えるところを3時だとありがたいですって答えたりとかですね、そういうご自分の主張とか本音をほんの小さなことでもいいので出していく練習をしてみてはいかがでしょうか。自分の五感だったり自分の気持ち、本音を見ていく習慣をつけて、そして自分の本当の気持ち、自分の主張を小さくでいいので外にも出していく、そういうことを積み重ねていっていただければと思います。夕焼けさん、そして動画を見てくださっている皆様、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますので、お便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。